皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り扱っていきます。地上波のニュース報道では、ウクライナの細かな話についてはほとんど触れてくれなくなりました。ぜひともこのチャンネルの動画で情報の更新をしていってください。それでは早速、ウクライナの情報を紹介していきます。まず最初に取り扱うのは、ウクライナの遠距離攻撃の最新情報。ウクライナ軍は、ロシアの戦略資源に対する攻撃を継続的に行っています。今回攻撃を行ったのは、ロシア・サラトフ州にあるエンゲルス空軍基地の航空用燃料が貯蔵されていた石油関連施設への攻撃を行いました。ここは国空から640キロ離れており、空軍基地には戦略爆撃機が多数配備されていました。この戦略爆撃機は大型で射程の長いミサイルを搭載し、ウクライナに対する無差別攻撃を行っています。非常に射程距離が長いため、この戦略爆撃機はウクライナ軍による対空ミサイルの届かない遥か彼方からの攻撃を行います。そしてそのまま空軍基地へと帰っていくという行動で知られています。空軍基地周辺には防空部隊がいることや、基地そのものにドローンが向かうと、航空機は速やかに空中に退避するなどの行動を行います。そのため、ウクライナ軍は移動することのできない貯蔵タンクなどを中心として攻撃を行ったようです。現在のところ非常に激しい火災が発生しており、ロシアの消防隊は鎮火ができずにいます。こうした火災はこれまでもロシアの各地で発生しており、その度に手のつけられないような炎症を起こすこともあります。ウクライナ当局はこうしたロシア軍向けの航空燃料の備蓄を破壊することによって、ロシア軍の動きを妨害することができると発表しています。一方、地上戦についての戦況報告。戦況マップは戦争研究所の発表しているものを引用しています。水色の部分はロシア軍が占領していた地域をウクライナ軍が取り返した地域。そして、クルスク州においては、ロシア本国領をウクライナが制圧しており、これを少し濃いめの青色で塗っています。しかし、クルスク州における戦いでは、現在ロシア軍が反撃をしており、ウクライナ軍の制圧地域は半分ほどへと減少しています。ウクライナ軍はこの地域へと軍を派遣し、現在制圧5ヶ月目に入っています。当初プーチン大統領は2024年中にもウクライナ軍を撃退するようにと言明したのではないかと言われていましたが、目標それ自体は達成されることはありませんでした。現在のところロシア軍は基本として人海戦術を用い、北朝鮮兵士、ロシア軍兵士を戦車や装甲車のないバイクやバギー、一般車両、さらには徒歩での突撃などを繰り返すことによって、ウクライナ軍を徐々に押し返しています。こうした戦況については他の地域、ウクライナ東部戦線などでも似たような状況で、ロシア軍による人海戦術による攻撃はウクライナ軍を苦しめています。次に、ウクライナを支援している軍事メーカーラインメタル社の動きについて新しい情報が入りました。ドイツラインメタル社は最新の歩兵戦車 KF41 リンクスについてウクライナ国内での生産工場を立ち上げているところです。その最初の1両がウクライナに引き渡されたとのことです。ウクライナ軍は引き渡された KF41 リンクスを試験運用を開始しており、このまま順調にいけば、ウクライナ国内での生産によって最新の歩兵戦闘車を獲得することができます。KF41 リンクスは、主砲に 35mm 機関砲、乗員は3名、歩兵戦闘車ですから、車体内部に兵員8名を乗せて移動することができます。そしてこちらがラインメタル社の発表している KF41 のプロモーション映像。ロシア系の歩兵戦闘車と違って乗っている兵士たちは十分に防護されており、その上に射撃性能の高い機関砲を搭載しており、攻守ともにバランスの取れた車体になっているとのことです。ウクライナ軍にとっては質の高い最新の歩兵戦闘車を得ることができ、一方でラインメタル社は実際の戦場で戦ったという実績を積むことができます。当然そこで得られた情報をもとにしてさらに改良を加えるなどして武器市場に売り出しをかけていくことでしょう。引き続きドイツラインメタル社によるウクライナ支援について、レオパルト1戦車ウクライナへの引き渡しがようやく加速、計100両超に。こちらの写真がドイツのレオパルト1戦車。もともとはドイツ軍でもレオパルト1戦車は待機していましたが、ロシアによるウクライナ侵攻に伴って武器市場に流れていたものを改めて買い取り、ラインメタル社が整備してウクライナへの支援戦車として引き渡しを進めているところです。
ドイツ主導の3カ国のグループは、ウクライナへの供与を表明している戦車少なくとも155両のうち60両弱を回収して引き渡すのに1年半かそこらかかった。だが、ここへ来てようやく部品不足が解消されたとみられ、引き渡しペースを上げている。ドイツとオランダ、ベルギーの3カ国が共同プロジェクトでウクライナに送ったレオパルト 1A5 は2024年9月上旬時点で58両だった。以後、この戦車をさらに45両ウクライナに送っている。現在、ウクライナへと送られている西側製の戦車は、ドイツ製レオパルト2が104両、アメリカ製の M1 エイブラムスが80両程度、イギリス製のチャレンジャー2が14両などとなっており、このまま供与が進めば、レオパルト1は155両と最も多い数になる見込みです。1980年代に開発されたレオパルト1は新しい戦車とは言えませんが、ウクライナ軍で使用されている戦車の中で最も古いものではない。また、重量40トン強のレオパルト1は重量60トン前後のエイブラムスなどと比べると軽量で軽装甲なものの信頼性の高い105ミリ主砲や正確な射撃統制システムを備えている。ウクライナ軍はこの戦車に爆発反応装甲ブロックや対ドローンネットを追加して薄い装甲という最大の弱点をできる限り補う努力をしている。欧米からのウクライナに対する大型のこうした兵器の支援は新しい話がなかなか出ていません。それだけに古い戦車であってもウクライナにとっては貴重な戦力となるでしょう。また攻撃している側のロシア軍にしてもソ連時代の古い戦車を再生して前線へ投入してきたという事情もあり、双方ともに強力な最新鋭の兵器といったものが全く数が足りないというのはどちらも同じようなこととなっています。続いて、ウクライナ情勢に大きな影響を与えるであろうアメリカの動きについて、トランプ政権がまだ発足はしていませんが、トランプ氏の言動は非常に注目されています。トランプ氏、ウクライナ停戦に6ヶ月、目標を事実上後退。トランプ次期アメリカ大統領は記者会見で、自らが実現を目指すロシアとウクライナの停戦が容易ではないとの認識をにじませた。これまでは大統領就任前や就任後24時間以内の停戦実現に意欲を示してきたが、今回は停戦まで6ヶ月あればよいなどと説明。プーチン大統領との会談実現も就任以降になるとの見方を示し、目標を事実上後退させた格好だ。トランプ氏は会見で停戦の実現について6ヶ月あればよい。それよりずっと前に解決できることを望むと説明。プーチン氏との会談については、プーチン氏は会いたいと思っているだろうが、大統領就任式以降でないと適切ではないとした。その上で、毎日多くの若者が殺されていると述べ、早期停戦の必要性を改めて訴えた。トランプ氏はまた、ウクライナが求める NATO への加盟に否定的な立場も改めて示した。ロシアは、プーチン氏が就任するずっと前から NATO がウクライナに関わることはできないと言い続けてきたと指摘。その上で、バイデン大統領がウクライナの加盟の可能性に言及したとし、ロシアの感情は理解できると主張した。ウクライナ軍による遠距離攻撃に関しては、ロシア側の防空体制が整わないといったこともあり、未だに成果を上げ続けています。そうした意味ではこの攻撃は継続的にそして強化していくことがウクライナにとっては重要でしょう。一方において地上戦においては、ロシア軍による人海戦術に伴って、ウクライナは常に防戦一方の状況となっています。しかし、守りに徹している中でも、攻撃してくるロシア軍の戦略もまた質が下がっていることから、兵士の死傷者数は増大の一途になっています。それだけにウクライナに対する軍事支援をより強化すれば、ロシア軍の足を止めることもできるとは思うのですが、残念ながら今はアメリカもヨーロッパも政治的な変化の時に立っています。アメリカではバイデン政権からトランプ政権へと移行します。トランプ氏は従来の発言としては、もう自分が大統領になりさえすればあっという間に停戦を実現してみせるという話をしていたのですが、大統領就任目前とあって現実を見ることとなり、いよいよ無責任な発言を修正せざるを得ない状況になったようです。このまま従来の発言を修正に修正を繰り返して、ウクライナに対する支援に前向きになってくれれば良いのですが、残念ながらトランプ政権の人事面を見ると、ウクライナ支援に反対する人物が中心的な
コストについており、今後の展開は非常に厳しいことが予想されます。ただ、人事面だけの話で言っても、結局最後に決めるのはトランプ氏ですから、停戦の実現がかなり困難だということを自分の経験として知れば、考えは大きく変わる可能性もあります。その時、ウクライナに対する支援をどのような形で考えるのか、支援しなければ、プーチン大統領の望むように戦争は終わらずむしろ加速するでしょうし、現実的な答えとしてレンドリースに基づいてウクライナに対する十分な支援を行うという方向へ考えを改めてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画見終わった方は評価ボタンのクリックと役に立ったなと思う方は SNS への拡散やスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。